こんにちは、山下夏美です。今回は2日分の映像。まずはね、6月28日の土曜日、夕方、平塚海岸での練習です。で、夕方ね、予報よりちょっと風が強まっちゃってね、難しめの波だったんですけど、2枚重なってくれるところをしっかりターンして当てていく。で、ワントリックまでいけたらいいかなといった感じの練習となってます。しっかり前に出ることを意識しながら、合間で来た波はちゃんと狙っていく。ナイスアップです。こういう風に2枚重なって、ちょうど巻き方というか、波のブレイクが合わさる瞬間っていうのでラップしたりとか、その瞬間に流したり、トリックかけたりといった感じで、そういう狙いでやっていく感じですね。いいね、これ3ショーミット。ちょっと最後、板外れちゃったけど。で、あとはエアー系。これスピナーまでつけてていいね、面白い。こんな感じでいろいろトリックも試しつつ、一応左右狙っていく感じで展開して練習していく感じです。これいいとこだね。ちょっとテール踏んで走る。これはちょっと位置いいけど、波が続かなかったかな。で、1枚ギャップ越してとか、そういうタイミングで出たりとかもしていく感じです。風波での練習といえば、こういう感じになるのかなと思います。いろいろ左右試しながら、トリックまで考えながら練習するといった展開ですね。ちゃんとまずはレールワークをどの波でも使えるってことを試した上で、あとはトリック練習とかに励んでいくといいのかなと思います。これいいね。ビッグスピン。横走って結構綺麗に乗ってますね。ナイスライド。こんな感じで。この日の夕方はですね、風の中でしたけど、3セットでいろいろ練習していく感じになってます。フロントも打ちつつ、バックサイド、トリック、流しラップラインとかいろいろ試しながら練習していって、スープの乗り方とかね、この重なるとこの乗り方とか、その辺の意識をうまく練習していった感じでした。そして、翌日の朝ですね、6月29日の日曜日の朝、同じピークでやっていった感じで、前日のその波がそのまま面が綺麗になったっていうイメージでいいかなと思います。面がすごい綺麗なわけでは、整ってたわけではないけど、それでもね、全然前日の夕方に比べたら良かったかなといった感じで、ちゃんとラップラインまで狙えたりとか、トリックしっかり決められるラインがあったりとか、その辺は良かったところなんじゃないかなと思います。ちょっと砂が柔らかくてね、最初のうちは苦戦したんですけど、このタイミングとか出るのに慣れてきたタイミングでトリックとかラップラインまで狙っていく感じで練習していった感じです。アウトは適度に狙いつつ、口が深いからね、この回して終わっちゃう感じになってます。なので手前も狙いつつ練習していくといった感じです。で、水量がちょっと溜まってるんで、モンキーをメインでちょっとテイクオフして使っていった感じです。で、今みたいにモーターが薄いところはね、普通にノーマルドロップで出たりとかしてるんですけど、とか、あとサンドですね。明確にサンドのタイミングだったらサンドで出る。コンビネーションライドやったりとか、ちょっとシフティ気味のオーリー入れてみたりとか、そういう感じでかなり難しめの波だったけど、難しいというよりかは癖の強い波に対してちゃんとどこで合わせるのかっていった感じですね。この2日間はちゃんとポジショニング、このパワーがない波とか分かりづらい波っていうののどこに当てるのかとか、どこに当てたら一番
流せるのかっていうのを意識していった感じです。どうすればどこでトリックかけれるかっていうとね。飛べそうな時は飛んでみたりとかするし、ラップが狙えそうな時はラップ狙ってみたりするし、流しの時は流すし。そういう波に応じたちょっと展開をしていく感じです。こういう波でね、結構練習するのがね、重要で、レールワークっていうか、癖の強いこういう波に対して、どの位置で当てれるのかっていう感覚を養えるんで、このスープルのパワー、今みたいにビッグスピンかけたりとか、スープのパワーにどこが一番残ってるのかとか、その辺も確認しながら、一番スープでも確実に加速できるポイントを探してみたりとか、巻き直してくるポイントを探してみたりとか、唯一ビップが残ってくれる場所に狙ってみたりとか、そういう感じの練習をしていくことをお勧めします。で、今日はですね、ビーチクリーン、月末日曜日だったので、ビーチクリーンをして、今の時間で9時ぐらいから、この日、今日来てた、サーファースキムボーダーの皆さんとビーチクリーンをしていった感じです。結構雨風がいろいろ強い日が多かったので、ゴミも結構上がってましたね。で、ここからビーチクリーン終了後、しっかりまた練習再開していきます。ちょっと潮が引いてきて、明らかにスキムだとね、ちょっと届かない距離になってきた感じです。こんな感じで。スープで当てることがもう完全にメインになってきちゃった感じで。ちょっと遠くの波に合わせてみたりとか、てか帰ってこれるかどうかの距離感ぐらいの波にチャレンジしていくっていうのはこの辺りの時間でやってきました。引いてきてサーファーの人も増えてきてね、かなり波がないながらに人数は多かったかなと思います。今日のビーチ。このサイドウェイとかね、こういうアウトを狙うことね、をメインでやってた感じです。届く届かないっていうよりはチャレンジって感じですね。これもチャレンジですね。これはちょっと被っちゃったから、僕がラインを逃げた感じです。で、ここからね、適度にちょっとサーフィンもしていく感じになります。もうスキムだとちょっと取りづらい距離感になってきたんで、ちょっと綺麗に割れそうなところのワンピークとかも狙いつつやっていく感じで、探しながら練習していく感じです。基本やっぱミッドとかロングの人が乗りやすい環境だったかなと思います。波選びがすごい難しくてね、このテイクオフして、この横に流すのにどこに乗ればいいのかっていうのが分かんないまま、ちょっと苦戦した感じです。長い板であればね、ちょっとダンパーチックなところはあるけど、かなり楽しんで練習できる環境でね、今日のビーチかなり盛り上がったんじゃないかなと思います。ちょっとね、もうスキムが届く距離感じゃないっていうので、最後の方はね、サーフィンの練習、波選びと、このパンプして前出る。で、ダンパーの前にワンアクション入れれたらいいかなっていう感じの、そういう狙いの中で練習していった感じとなりました。ちょっとさすがにもうね、厳しい条件になってきたので、今回はね、この辺で練習終了して、この2日間ね、どのような波でも乗るっていうのを意識して練習していった2日間が終わった感じになりました。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。